それでは本日のコラボのフィードバックを始めさせていただきます。まず本日の労務相談の内容から確認していきたいと思います。今回は退職合意書の作成は義務なのかということで、内容ですけれども、パート社員を11月に雇用して6ヶ月の雇用契約を結んでいると。で、一応能力的なものとか、勤怠不良とかというのがあったので、契約期間の途中だけれども、1月末で契約を終了することになった。2ヶ月分の退職慰労金を支払うことで合意してもらっていると。で、何か合意書を交わした方がいいのかという質問。で、もう一つが、これが解雇なのか退職勧奨に当たるのか判断がつかないということの質問2つになります。まず一つ、最初に解雇と退職勧奨が、どういうふうに違うのかというところから、私の方から少しご説明ですけれども、最大の違いは、誰が退職を決めるかです。どちらから申し出たかとかではなくて、誰が退職を決めるか。で、退職勧奨は会社が提案して、で、社員の方が自らの意思で応じる合意退職になります。で、一方、解雇の方は、労働者、社員の意思に関係なく、会社がもう一方的に雇用を終了させる行為になります。でこちらに記載もありますけれども、解雇の方は、客観的、合理的な理由とか、社会通念上の相当性みたいなものが、必要とされていて、これを書く場合には、無効となったりする可能性もあります。で、手続きもあります。解雇する場合には、解雇を有効とするためには、少なくとも30日前に、解雇予告するか、あるいは30日分の平均賃金を支払うか、というような手続き上のルールもございます。今回のケースで言いますと、こちらに書いてある通り、会社から申し出は行っているものの、ご本人が退職に同意しているということから、合意退職、退職勧奨と整理するのが一般的かと思います。実際にこのように、解雇なのか退職勧奨なのかって、微妙なラインがあって、これでトラブルがあるっていうことがよくあると思うんですけれども、佐藤さん、そういう実際にトラブルのご経験とか、そういうのございますでしょうか？形に残してなかったこと、この話し合いを形に残してなかったことで、後でどういう条件だったかっていうことが、お互いに確認できなかったり、で、そもそもこれ退職勧奨なのかっていうところまで戻るケースも稀ですけどあります。何か注意点とかございますか？そうですね。合意書は必ずもらっていただきたいんですね。で、先ほども申し上げたように、やっぱり言った言わないとか、その合意をした条件を聞いてないとか、大事なのは、双方合意しました。そこで契約終了になりましたっていうことを形に残すことが双方にとって大切になってきます。そうですね。はい。で、このご質問にも、合意書が必要なのかというような、質問内容がありました。で、実際に合意書って、どういうものかということなんですけれども、法律的に決まった書式はないので、会社が任意に作成していただくことになります。ただ、入れていただかなきゃいけない項目というのがありますので、実際のひな形を見ながら、佐藤さんの方にポイントを説明していただきたいと思います。はい。退職のその合意にあたっての重要事項のポイントが、こちらにまとめたものになります。まず、会社名と、あと従業員の方、応じる方は、退職に関し以下の通りで合意したということがまず全文になっていて、で、1条からはその条件が記載されています。まず1条、退職。オツは項を何年何月何日、これが退職日となるんですが、をもって退職することを確認する。で、オツの退職は、項、オツ双方の合意によるものであり、項による解雇ではないことを相互に確認をするという条文です。ここで大事なのが、いつをもっての退職なのか、雇用の終了になるのか、そして両方の合意による退職であること。それが1条に書いてあります。そして2条目、退職理由です。退職理由は退職勧奨、合意退職とし、
雇用保険、被保険者、離職証明書の離職理由欄についても同様とすることを相互確認する。退職勧奨というのは、雇用保険の離職理由上は解雇と同じ扱いになります。なので、退職する従業員にとっては、基本手当が退期後すぐに受給できたり、給付日数が手厚いという特定受給資格者という扱いになりますので、この条文もすごく大事な条文になってきます。そして3条目、退職慰労金解決金。その合意の条件として、先ほどの事例も2ヶ月分の平均賃金を払いますというのがあったと思うんですけど、公は、オツに対し退職に関し、慰労金として金いくらいくらを退職日から30日以内に、オツの指定する銀行口座に振り込むとなっています。このいくらいくらっていうところなんですが、これは、法律で決まっているわけではないんですが、退職勧奨に至った理由、そしてその人の勤続年数、で場合によっては家族構成、そのあたりを勘案して、提示をするので、一概に一律の金額で決められないことが多いです。そして2項目としては、前項の支払いをもって本合意書に定める金銭債務は完済されたものとするとなっています。そして4条目、未払い賃金残業代の精算。公はオツに対し、退職日までの給与、残業代、その他一切の未払い賃金を給与支払い日に支払う。そしてこちらにも上記の支払いをもって、賃金に関する債権債務がすべて清算されたことを相互に確認するとなっています。そして5条目は秘密保持。この合意にあたっての成立及びその内容を正当な理由なく第三者、離職証明書の発行と行政手続きに必要な場合を除くに開示し、または漏洩してはならない。この義務としては、本合意締結後も期間の制限なく存続する。退職まで言わないようではなく、退職後も秘密は双方に秘密保持をいたしましょうという条文です。そして6条目、清算の条項になります。公オツは本合意書に定めるほか、公オツ間に何らか債権債務が存在しないことを相互に確認をして、今後一切の請求を行わないこととする。この4条から6条については、今後の債権債務がないこと、請求がないということを確認する条文になっています。今、例として6つの条文を挙げているんですが、それ以上の決め事があったら、それも追記をして作成をします。そして、こちらが双方合意の上、会社及び退職される労働者の方、記名押印をして合意書として保管する、相互確認をして保管することをお勧めいたします。はい、ありがとうございます。そうですね。この内容はあくまでも一つの例になりますので、退職合意にあたっては、慰労金だったり、例えば有給の消化だったり、そのあたりとかも入れる可能性はあるかと思います。で、このひな形ですけれども、退職合意書ってことですけど、今回の、退職するっていうことに関する合意の内容になりますので、通常退職されるときは、これとは別に、退職に関する誓約書みたいなものを、当然、普通の退職書の、自己都合退職の方も必要だと思うんですけれども、誓約書みたいなもので、いろんな、取り決め、返却物はこれですよとか、あとは、退職後に、秘密事項を守ってくださいね、みたいな内容も、別に、定める必要がありますので、こちらご注意ください。では、最後に、今回のような、退職勧奨を進める上で、会社側が心がけるべき大切なことっていうのは、どういうことか教えていただけないでしょうか。はい。2点ありまして、まず1点は、退職勧奨に応じる方、従業員の方が自由な意思、会社の強制ではなくって、自由意思で本人が納得して合意をするということが大切です。
そして2点目は、決して会社は欲を出さないこと。せっかく退職勧奨に合意してくれたのに、自己都合の退職届を出してということを言い出す会社があるんですね。でもこれはせっかくまとまったのに、もうそんなこと言われたら不信感でしかないです。で、その理由として考えられるのは、会社が退職勧奨を出してしまうと、一部の助成金、国からや厚生労働省のから出る助成金があるんですが、その一部の助成金が一定期間受けられないというものがあるんですね。で、それが一つと、あと世間体のため退職勧奨出したんだよとか、噂になるとちょっと困るなっていうもので、世間体のために自己都合に持っていこうとする会社が時々あります。で、そうなってしまうと、自己都合の退職届出してなんて言われるともう不信感でしかないので、まとまった合意が破棄になるケースがあるんですね。会社からあくまで退職を促したんであれば、もうそれは退職勧奨です。なので、潔く事実に基づいて、もう会社も合意をするということが大事になってきます。はい、そうですね。本当に退職勧奨は、やり方を間違えると、大きなトラブルに発展してしまう、非常にデリケートな場面、問題だということがよく分かりました。で、本人がとにかく自由意志に基づいて、合意しているんだってことと、あとは会社が欲を出さないという、この2点、本当にシンプルだけれども本質的な問題だなと思います。人事担当者の皆様も、もし退職勧奨を検討される際は、ぜひ本日の内容を思い出していただければと思います。本日はありがとうございました。以上となります。